こんにちは、高森です。私ですね、大企業で働いているんですけれども、入社してから3年経過した現在なんですけど、会社に友達がいないという状況ですね。なので、会社に友達がいないとどうなるのか、その末路を話したいなと思います。本題に入る前に、大企業に入社した直後の私のその会社の雰囲気に対して感じるところがあったので、そこを話してから行こうと思います。で、学生気分が抜けていなかった説も全然あるんですけれども、初めて会社のオフィスに入った時ですね。要は会社の皆さんが仕事をしている時の雰囲気ですね、を見てみた感じですね。すんごい殺伐としてるなと率直に思いましたね。繰り返しになるんですけど、私の学生気分が抜けてなかった説は全然あるんですけど、それでも会話が全然ないなとか、本当に一人が個々に仕事をしているという感じで、典型的なその大企業のイメージとして会議があったんですね。なので結構でかい机とかをみんなで囲んでワイワイ言いながら仕事してるのかなというイメージがあったんですが、実際はですね、会議室みたいな感じでそういうのは隔離されていて、なんて言うんですかね、部のオフィスというか、居室というか、そういうフロアはですね、各々が自分のパソコンに向かってパチパチしてるだけみたいな感じでですね、その光景が私としてはすっごい殺伐としてるなというか、思った以上に静かだなっていうのを覚えていますね。なので入社当初とかはですね、私としてはすごく寂しいとはちょっと違うんですけれども、若干の孤独感を感じましたね。何でも気軽に聞いてねみたいなことは先輩方言ってくれるんですけど、結構殺伐としててなかなかそれ言えんわみたいなのを思った記憶をよく覚えてます。なのでそういう環境があるんで、新入社員っていうのは比較的仲良くなりやすいんですよね。いや、いよいよ社会人になってしまったわねみたいな感じでですね、話したりとか、君たちの部署どうよみたいな話があったり、そもそもとして部に配属される前に全体研修と称して新入社員同士の横のつながりみたいなのを作るところも多いですからね。そういうところで新入社員同士って本当に仲良くなりやすい環境にあったんですよね。ちょっとそういう環境の中で私はですね、友達とか知り合いを作ることに見事に失敗しましてですね、最初のその新入社員向けの全体研修みたいな時はですね、ちょっと慣れ合うの違うかなみたいな変な逆張り意識を持ってたりですね、これから社会人なんだし自分の時間を大事にするぞみたいな感じで会社で変な慣れ合いをしたくないみたいな、ちょっと尖り散らしてた部分があったりですね、自分から主体的に同期の皆さんに話しかけに行ったりとか楽しく会話をするみたいなのが、能力的な面もあるんですが全然できていなかったですね。という感じでですね、一回高森は喋らねえとかちょっとよくわかんないやつだみたいなんですね、印象付けがされるともうそれって変わらないんですよね。もう自然と私に話しかけてくる人って減ってきますし、謎の距離感みたいなのができますよね。入社当初から一緒に飲み会とかね、一緒に遊びに行くとかいう経験をですね、重ねていく中で私はちょっと孤独によくわからないやつというポジションを確立していきましたからね。もう学生時代からそういうポジションを確立する天才かなっていうところがあるんですが、それは置いておいて。っていうわけでですね、同期にまだ友達は作れなかったっていう過去がありますね。で、そういう環境をずっと続いているので、当然今もですね、同期と仲いいかって言われると答えはノーでして、今日とかもですね、同期から電話の取り次ぎがあったんですけども、もしもし、高森くんですかみたいな感じでですね、もうすごい距離感を感じる電話の取り次ぎがあったりしてですね、このちょっと距離感の取らせ方というか気の使わせ方はやばいなと思ったのを、すごく身に染みて感じましたね。はい。で、実際ですね、働き方としてそういう友人関係があるのとないので、どう変わってくるのかっていうところ、本題ですね。なんですけれども、普通に仕事をする上ではあんまり支障ないかなと思いますね。もちろんコミュニケーションしていく上で気を使わせてしまっているとかはあるっちゃあると思うんですけど、そこはね、仕事ってみんな割り切ってやってくれているものと信じてますね。
あと実際になんか同期と仕事をすることって大企業ではなかなかなくてですね、基本的に若手となんかベテランみたいな感じのこのセットで働くことが多いんで、あんまその横のつながりを軸というか土台としてね、仕事をすることってない印象ですね。社内の手続きよくわかんねえから同期にちょっと聞くかとか、違う部署の同期にこういう測定設備あるとか、ちょっと部署間のやり取りが楽になるみたいなメリットはあるのかもしれないんですが、直接的にその同期と仲良くしないと仕事うまくいかなくねみたいなことはあんまりないっていう感じですね。逆にその同期と関わらなくても仕事ができちゃうっていうのもあってですね、より仲良くなれないというか溝は深まる方向かなっていうのはありますね。ベテラン社員さんとかと仲良くなるきっかけとかもですね、結局仕事で関わりがあったとかで、仕事の話をしてなんかパーソナリティをちょっと知っていって、あれ、高森くんプライベートは何してるのみたいなところで、私はこうなんですよみたいなね、いうところからちょっとお互いを知っていって、何気ない会話もできるようになるみたいなところが多いんですけれども、その入りの部分がなくなりますからね。だからなんていうかですね、同期とのですね、良好な関係を築けなかった人っていうのは僕のことなんですけれども、なんかどっかいびつですよね。なんか同期の中でも浮いてるし、一応そのなんか同期の定期的な年度末飲み会みたいなのも声はかけられるけど、行ったとて話せるわけでもなく、ただみんなが話してるのを聞いていてわははって言って、もうなんか帰り際は限界になってですね、ちょっと私はこっちなんで帰りますねって言って謎のムーブしてさっさと帰るっていうちょっと異常者っぽいムーブをしてしまうっていうのもあってですね、なかなか難しいですよね。はい。という感じでですね、会社で友達がいなかった末路としては、仕事はできるけど、仕事自体はできるんですけれども、ちょっとその人間関係という面で気を使わせてるかもしれないなっていう感じですね。あとはパーソナリティとして私は会社に友達いなくても全然いいかなみたいな考え方の人間なんで全然平気なんですが、その近い年とかね、年代の人で相談できる人がいないとか、仲良くなってる人がいないっていうのがストレスになってる人は、ちょっとですね、最初の本当に段階でですね、友達を作るというか、そういうところを気にしておいた方がいいのかなと思いますね。はい。という感じでした。社会人になってですね、会社で孤立しても大丈夫だよって言ってるわけではないんですね。やっぱりですね、上司でも同期でも何でもいいんですけど、やっぱ仕事って辛いんですよ、基本的に。なので会社に1人2人、会社にというか部に1人や2人ぐらいですね、ちょっと自分最近しんどいんですわよねみたいなことを言える人がいると、だいぶ働きやすくなるというか、仕事のストレスも軽減されるのではないかと私は思っているという感じですね。私のですね、このチャンネルは誰が見てるのかよくわからないんですけれども、仮にこれから社会人になる方とかがいらっしゃいましたら、最初の人間関係ですね、ファーストインプレッションみたいなところはちょっと考えた上で振る舞っていくっていうのがよろしいのかなと思いますね。